はいどうもはじめまして、バンプです。今回は今来てるゾンビイベントで役立つ小ネタだったり、知っておいて損がないことを紹介していきたいなと思います。今回ね、このゾンビモード結構ね、酷評されてるのか、賛否両論あるのかな。僕ね、タルコフのイベントの中では結構ね、トップレベルに入るぐらい面白かったんじゃないかなと思います。はい、このゾンビイベントね、新鮮で、いつもない感じで、普通に面白いね。ゾンビが強いだけであって、このぐらいの難易度だったらめちゃくちゃ、簡単すぎるよりは、このぐらいの難易度の方がいいんじゃないとは俺は思ってます。はい。ちょっとゾンビモード結構楽しんでるからかもしれない。普通にタスクとかね、金策とかしたい人からしては、ちょっとうざいんかもしれんけど、結構ね、面白いです、今回。他のね、いつものイベントと比べたら。皆さんはね、どんな感じでしょうか。文句言いつつもね、多分やってる方だったり、いろいろあると思いますが、イベントね、文句言ってもしょうがないんで楽しみましょう。それが一番です。で、今回ね、そういう環境を楽しむためにもね、知っておいてね、得することをちょっと紹介していきたいなと思います。とりあえず一つ目はね、武器マスタリングというものですね。スキルと言っていただくとね、熟練度。武器によって、いつも使っているもの。これね、熟練度がね、上げていくことができます。ゾンビを撃つだけで武器をね、マスタリング、上げることができます。僕ね、MCX ばっか使ってるからね、MCX だけ3なんですけど、スカブを1箇所、1発ずつたんびに1ポイント追加されていって、ヘッドショットだとね、2ポイント追加なのかな。で、今ね、スカブで試すっていうよりは、ゾンビがね、スカブと同じ判定なので、ゾンビはね、HP も高くて、合計体力値が出てて、何だったかな ?1500 とか1200。個体差によって体力は違うんですけど、ボスの体力一番多いやつぐらいあるんで、めっちゃ硬いです。頭100とか、100以上だったかな、頭100だったり130とかあったりして、めっちゃ硬いんで、そいつのね、アンチから胴体を打ったりしてポイントを上げるのが一番効率がいいのかなと思います。で、これね、マスタリングマックスレベル3になると何がいいことがあるのかっていうと、エイムをしながら、覗きながらリロードができるということで、これね、かなりいいのかなと思います。ボルトアクションとかね、めっちゃ使えると思う。以上そんな感じなのかな。それもね、ちょっとね、M6 で後からリロードしてるところを見せたいなと思います。あとは、特定の武器、決まっている武器だけ、リロードするときに隠しモーションがあります。レアモーションかなレアモーションをすることができます。ハンドガンの、何だったかな何かができた気がする。以上、そんな感じです。だから別、特にね、マスタリング上げたからっていいことはない。でも、これね、全部の武器をレベル3まで上げると、ワンチャン隠しアチーブメントが現れるかもしれません。これはわかんないです。予想なんで。で、スキルの方で見ると、ハンドガンだったり、サブマシンガンだったり、ボルバー、ショットガン、ここら辺のね、アサルトライフル。こういうのを上げることができます。これ上がるとね、リロードだったり、その切り替え、武器切り替え、反動だったりがね、抑えることができるという感じになってます。特にね、いいことはありません。もうビビたるものです。あるなーっていう感じ。体感して、これを上げてからって、うわー、反動が良くなった、リロードが良くなったって体感することはほぼほぼありません。ハイドアウト。ここに関しては、紹介としては武器マスタリング上げれるよっていうのが一つ。さあ次はね、レイド9入ってから紹介していきます。ということで、ラボに来ました。ゾンビイベントをやる際に使える小技紹介していきます。ラボだとね、わかりやすいんですが、こういうね、ちょっとした段差があるんですけど、こういうのね、待って、タギラ湧いてるー。やばい、ちょっと待って、タギラいる、タギラ。最悪。タギラいるんだよ。何パーセントかなって。ちょっと待って、俺、ウィスパーなんだからな。いけるかないいや。ちょっとね、簡単に紹介していきますね。ちょっとしたね、段差。ちょっとしたね、段差に乗ることで、ゾンビね、もう入ってこれないというか、上がってこれないんで、こういうところでも大丈夫です。こういうところとかでも、ゾンビね、来れないんで、全部のマップで言えることで、ちょっとね、ジャンプしないといけないところだったり、膝ぐらいの高さであれば、ゾンビ上がってこれないんで、そういうとこに上がってゾンビを倒すと簡単に狩ることができます。ラボだけ限定で、オレンジのガスボンベを撃つと爆発することができます。これもちょっとね、動画内で説明しとこうかなと思います。これをね、知らずに自爆するゾンビがいると、勘違いね、してる方がいるので、一応ね、知らなかったら、これでね、知っていただけると嬉しいです。俺もね、最初、自爆したから、ゾンビ爆発すんのかって思って、見てたら、オレンジのね、こういうのがあって、こういうの打つとね、大爆発するようになりました。これめっちゃあるんだよね、ラボに。
こにもあるね。で、ゾンビがたまにハンドガン出てくるじゃん。あれでもここに被弾して大爆発を起こすことがあるので、マジで面倒だよね。これがね、一番大事で、ちょっとあいつね、撃ってくるから怖いんだけど、これが一番ね、大事なことなんですけど、ゾンビのね、感染を止めることができるんですよね。怖い。それなんかというと、出血を止める、防ぐというね、こういう注射器、ザグスティンとかブルーブラッドっていう注射器あるんですけど、そういうのは、ほら、180秒間で出血を止めることができるんですよ。で、ゾンビの感染した時って面倒じゃないですか。水分がなくなったり。で、その感染する条件っていうのが、ゾンビに殴られた際に出血するかどうかで感染が決まってきます。いったやめて。今、だからこんな感じで、ザグスティンを撃ちます。そうすると、はい、ゾンビに殴られても、感染しません。この何秒間かは。痛い。めっちゃ痛い。よいしょ。痛い。こういう段差とかでもゾンビに上がってこれなかったりするんで。で、これ今ね、180秒間血は塞がるようになってるんで、感染しません。これ結構ね、知らない方、知らない方というか、もう知ってる方多いと思いますが、これザグスティンを使うと結構楽にね、ゾンビできるのかなと思います。だから、ラボのさ、タスクで行かないといけない狭いとこあったりするじゃん。あそこ行くとき、マジ全部処理するの大変で殴られたりするとき、ああいうときとかに使えばいいのかなと思います。ここ行くときとか、結構場所が狭いので、止血を打つと感染しにくいのかなと思います。はい、ついでにね、小技としてこれ知ってればね、タスクやるのにも楽なんで、軽く紹介します。ハンドガンでいこうかな。よいしょ。さあ、入っていただいて、このね、右のデスクの緑のここにカードキー分けあります。カードキーってあれだよ。こっちの、このカードキーだよ。わかると思うけど。で、ここの裏。はい。ここにもカードキー分けがあります。今回ここに湧いてた。ここで湧いてたのは初めてだな。で、危ねえ。死ぬかと思った。で、3つ目の脇はね、ここの椅子の上にあります。で、ちょっと紹介し忘れてたんですけど、鍵部屋などには、ゾンビはね、入ってくることはないので、ここ鍵部屋を開けた状態で、ゾンビをね、このタスクすると結構やりやすいのかな。イエローカードキーだったり、ブラックだったり、こういう新しいとこ、ここからもね、入ってきません。はい。じゃあ引き続きね、ちょっとカード脇紹介していきます。はい。ここのね、コップの中。ここにも置きます。で、あとね、こっちのカレンダーの場所。このカレンダーの間、ここに置きます。5つ目だね。さあ、ね、6つ目はここの下。ここに置きます。で、7つ目はこの中。ちょっとはみ出てるとこ。で、8つ目ここ。何個あんだろう。で、次の場所はね、この、剥がれたところの上。この場所にあります。で、次が、ここの机の上かな。こっちか、こっち。この辺か。この辺に脇があります。で、ここが最後かな。11箇所ぐらいか。じゃあ、このホワイトボードの後ろ。はい。ここに脇があります。以上11箇所かな。ここが全部の今出てる。ネットに出てるカードキー脇になってます。僕も一応、これで全部のカードキー確認したことあるんで、ここを見ればね、獲得はできるのかなと思います。で、こういうね、ガラスって、弾通るんで、グリーンカードキーとかが結構ね、やりやすい。ゾンビキルしやすいっていう話も聞いたことがあります。うわー、びっくりした。全然だらけど。よく考えたらさ、これゾンビの世界でハンドガン一丁ってすごいね。バイオハザードの世界とかすごい。はい、ってことでね、リザーブに来ました。ゾンビとね、共同脱出できるんで、まだね、共同脱出とかでフェンスの信頼度を上げてない人はね、ちょっと遊んでみてください。はい、結構ね、面白いっす。はい、ジャグスティンとかね、いっぱい刺した状態で共同脱出していきましょう。
で、共同脱出があるマップだとね、全部可能なんで、ぜひともね、やってみてください。痛い。痛い。でもさ、頭、これ、下向けていくと、ちょっとは殴られるけど、普通に棒立ちしてるよりは、あんまダメージないかも。まあ、こんな感じでね、出ることできるんで、結構ね、これ大変なんで、他のマップとかでやろうとしたら、なんか全マップ共同脱出できるのかどうかね、ちょっと試してみてください。結構面白いですね。僕もね、動画でちょっと上げてますんで。まあ、それの気になった人はこの動画もね、見てみてください。ってことでいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、今、ゾンビタスクがもうね、最後まで出たということなんで、まあ、まとめてね、これを知ってればゾンビタスクやりやすいよというまとめでした。一番楽なのはね、やっぱ注射器かな。感染したくない時とかはもうザグスティン刺して走り回るってのが一番大事。まあ、これさえ覚えてればある程度いける。あとはまあちょっとした段差でアンチにつく。なんか結構ゾンビに追いかけられてね、焦ってる時忘れてるからね。なるべくアンチに取りに行く。で、アチーブメント、今のアチーブメントは分岐制でイエーガーをクリアするとこっちの方がもらえて、セラピストの方をクリアすると、毒マークの、はい、こっちの方のアチーブメントがもらえるという感じです。はい、以上、こんな感じでした。もしよかったらね、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よいしょ。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも